第1話、車椅子の老人。不動産屋さんの階段です。神社の境内で心霊体験や不思議な体験をする人がいますが、その正体原因は何でしょうね。さて、これは現在50代の主婦の方が小学校高学年の頃に体験したお話です。その方を仮に理香さんとしておきますが、その理香さんの当時通っていた小学校の前は神社だったそうです。それは住宅街の中にひっそりあるこじんまりとした神社でした。季節は秋だったそうです。その日はたまたま放課後、友達と学校に残って遊んでいたので、帰りがすっかり遅くなってしまいました。帰りの支度を終えた理香さんは、一足先に校門のところで一緒に帰る友達を待っていたそうです。夕方でしたが、辺りはかなり暗くなっていました。友達はなかなか出てこなかったので、理香さんは時間を持て余したそうです。そして何気にふと向かい側の神社に目を向けたそうです。するとその神社の参道に車椅子に乗った老人とその車椅子を押している看護師がいました。理香さんは夕方のお散歩に出ているんだなと思ったそうです。今にして思えばそんな遅い時間にお散歩に出るのはおかしいのですが、その時はそこまで考えが及びませんでした。薄暗かったので顔はよく見えませんでしたが、老人は縦縞のパジャマを着ていたそうで、看護師はよくあるナース服にナース帽をかぶっていたそうです。理香さんが無意識にその二人に視線を向けていると、彼らも理香さんに気がついたようでした。老人と看護師は同時に理香さんの方を向いたそうです。理香さんはハッとしてなぜか少し怖くなりました。それはきっと顔はよく見えなくとも、彼らの視線に好意的なものを感じなかったからかもしれません。理香さんは本能的に見ない方が良いと思い、彼らに気がついていないふりをしたそうです。すると理香さんの心が読めたかのように、老人と看護師は理香さんに向かって「おいで、おいで」と手招きをしながら声をかけてきました。もう理香さんは怖くてその場に立ちすくんでしまいました。絶対に行ってはいけないと感じたんだそうです。すると「どこに行くの？」と後ろから急に声をかけられたそうです。その声は待ち合わせをしていた友達でした。理香さんははっと我に返り、そして自分の足が動いていることに気がつきました。いつの間にか神社の参道の石段を登っていたのです。友達の声を聞くまで階段を登っていることに全く気がつかなかったそうです。まるで催眠にかけられたかのように、無意識に足が動いて参道に向かっていたということでした。理香さんは自分のおかしな行動に寒気がしたそうです。そして少し呆れた様子の友達に、たった今参道に車椅子のおじいさんと看護師さんがいて、私に手招きをして声をかけられたから階段を登っていったのと説明しました。すると友達は怪訝な様子で、参道には誰もいなかったというのです。誰もいないのに一人で参道に向かう階段を登っていたというのでした。理香さんは今でも、もし友達に声をかけられなかったら、あのまま気がつかずに階段を登っていって、その後どうなっていたのかと背筋がゾクッとするそうです。確かに当時近くに病院があったそうなのですが、患者さんを散歩で外に連れ出すのを見たことがありませんでした。病院に勤めている知り合いの人に聞いたところ、夕方の薄暗い時間帯に患者を散歩に連れ出すようなことはしないということでした。あの二人、一体どこから何のために現れて、理香さんをどこに連れて行くつもりだったのでしょうね。第2話、公園の駐車場。不動産屋さんの階段です。これは愛知県にお住まいの40代の主婦の方から聞いた話です。
その方を仮に奈々子さんとしておきますが、奈々子さんが20歳ぐらいで付き合っていた彼氏とドライブに出かけた時の体験談だそうです。特にどこに行くという目的もなく車を走らせた後、近場の大きい公園に行くことにしました。その公園の駐車場のちょうど良い木陰のあるスペースに車を止めたそうです。そして彼氏と奈々子さんはたわいもない話をしていました。その時奈々子さんは靴を脱ぎ、助手席の窓に背を向けてもたれかかる感じで運転席の彼氏の方を向いて話をしていたそうです。しばらくするとトンと車に何かが当たるような軽い音が奈々子さんの後ろから聞こえてきました。それで奈々子さんは何だろうと思い、持たれている背後の窓の方を振り返ってみたそうです。でも窓の外には誰もいなかったので、気のせいか空耳だろうと思いました。そしてまた彼氏の方に向き直って話をしていたそうです。するとまたトンと何かが車に当たる音がしたので、まただと思い、再度背後の窓の外を見たのですが、何もなく何の音かわからなかったそうです。彼氏も音は聞こえていたのですが、さほど気にしていない様子で2人はまた話を続けたそうです。するとすぐ今度は車の天井あたりからダンダダンという音がしました。それは猫が車の屋根に乗っかったような音で、少し間を置いて最後にダンと猫が飛び跳ねる時に足を蹴るような音がしたそうです。ですから奈々子さんも彼氏も猫が屋根から飛び降りたんだと思いました。でもざっと車の周りを見渡したのですが、猫などどこにもいないのです。2人は今の猫だよね、猫なんかどこにもいないよなどと不思議に思っていると、突然車の天井から何かこするようなズーズーズーという音がしてきたそうです。この段階でさすがの彼氏も妙に思い、ちょっと見てくると言って車から降りました。そして彼氏が車の屋根の方を確認すると、すぐ車のドアを開けて中にいる奈々子さんに、ちょっとこのまま車の中で待ってて、車から降りないでねと言ったそうです。そして彼氏は奈々子さんを車の中に残したまま、その場を立ち去りどこかに行ってしまいました。彼氏が何をしに行ったのかさっぱりわからなかったのですが、車の中でぼんやり待っていたそうです。すると10分ぐらいして、彼氏は地元の駐在さんと一緒に戻ってきたそうです。そして車の外で彼氏と駐在さんは少し何かを話していましたが、彼氏はすぐ車に戻ってきて、無言のまま車を動かし公園から離れたそうです。しばらく彼氏は何も話さず車を走らせていました。奈々子さんはそんな彼氏の様子が不可解でした。奈々子さんは待っている最中、車から降りないように言われていたので、彼氏が何を見たのか分からずずっと気になっていました。しばらくして奈々子さんは彼氏に、さっき車の外で見たのは何だったのと聞いたそうです。すると彼氏はふーっとため息をついて、さっきの車止めたところの真横の木で人が首つっててさ、その足のつま先が車に当たってたんだよと言ったそうです。それを聞いて奈々子さんの背筋に冷たいものが走りました。その悲惨な姿を奈々子さんに見せまいとして、彼氏は奈々子さんに車から降りないように言って警察に知らせに行ったのでした。何も知らない奈々子さんは一人で首を吊った人の下で彼氏を待っていたということです。奈々子さんは今でもあの車の屋根をこする音が忘れられないそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。